こんにちは、ボンボンの夏です。声では初めましてです。今回はいつも動画の背景でおなじみの本棚を主役に、今ここに残し続けている作品をシェアしていこうと思います。今更ですが、本棚ツアーやってみたいと思います。では早速、1番目は収納本ざっくり流し見ツアーいきます。一番下から4段目最上棚は心に刺さる表現が多い物語を集めてます。3段目は主に海外作品の文庫、2段目は日本文学の文庫など、1段目は比較的最近買った単行本を集めています。では早速流し見4段目から。この段の手前側は半分ぐらいは村上春樹さんなんですけれども、個人的に心に刺さる表現がある作品を集めています。詩人のシルビア・プラスさん、一時ものすごく取りつかれた作家です。結構思うところもありまして、シルビア・プラスさんについては後ほどまた。4段目の奥側は村上春樹さんの奥は村上春樹さん、まあまあ春樹人です。でその他は文庫が数十冊ですね。何かに夢中でいられた頃を感化された文庫になります。岩井俊二さんとかも好きです。映画とかドラマの原作や脚本は結構読みたくなるたちで、野島伸司さんの作品も結構読みました。今あるのはこの1冊です。次は下から3段目いきます。手前側は村上春樹さんの文庫と、あとは海外の文庫などが収まってます。3段目の裏手には好きな作家さんや海外の話題作など、白石和文さんの作品はうまくいかない、すんなりとはいかない人生を共有してくれているようで、何度も何度もうなずきました。角田光代さんの本も半分ぐらいは読んでると思いますけれども、今ここに残しているのは2冊だけです。8日目のセミはタイトルを見るだけで泣けてきます。次は下から2段目。この段の手前は個人的に色あせていないと思う日本の文学、日本の小説を集めてます。こんなところから。2段目の裏手は全部江国香織さん。これはもう信者ですね。最後に1段目。この段の手前側は比較的最近買った単行本とか、あとジャズミュージシャンの菊池成吉さんの文筆類を置いております。菊池成吉さんの分析力とユーモアはずっと憧れ。同い年っていうのも勝手に親近感湧いちゃってます。この段の奥側は自己啓発本とか心理学系を、個人的に読むとこういった本を買う傾向がありまして、端っこの方にちょっと昔々の旅ガイドなんかも置いてありますね。40代前後で個人的に一人旅ブームがやってきまして、旅ブームの火付けとなったのは沢木耕太郎さんの深夜特急シリーズ。特に6巻目は今でもワクつく部分ありで、ポルトガルの聖地サグレス、憧れつつまだ行けてなくて、今もまだ行きたいかは別としてですが、そう、苦悩を抱えた時ってどうしていますか？
私は闇深い物語にあえて浸りに行きます。詩人シルビア・プラスの作品もそんな時に、10代から詩で評価されていた才女ですけれども、研ぎ澄まされた感性ゆえにたびたび精神バランスを崩して30歳で自ら生涯を終えてしまったアメリカの詩人です。彼女の壮絶な人生は映画にもなって、私は DVD も買って何度も。映画の内容は決して明るくないけれど、劇中でグイネス・パルトローが実の母と親子共演していたり、夫役が007ジェームス・ボンド役でおなじみのダニエル・グレイグだったりで、個人的には興味をそそるポイントが盛りだくさん。何より2人がシルビアとテッドに激似で名演。さすがだなっていう、そんな作品です。久能記は耳障りの良い前向きなメッセージは嘘っぽくてかえって気持ちを重くすると思っていて、苦悩にどっぷり浸かる方が言えると個人的には。さて、1番目に本棚を流し見たところで、次は本棚の中からヘビロテな作品をいくつか。それでは2番目、過去一番読み返している作品5000円。1冊目は蓮見圭一さんの水曜の朝午前3時。世相や自らの偏見で本当の恋を貫く決断ができなかった主人公が病床でこの先がない段になって、人生を振り返りながら娘に向けて紡いだ言葉に何度読んでも胸がギュッとなります。超絶個人的な見解ですが、この作品が醸す切なさは映画ひまわりを見た時に似た感覚だと読むたびに。2冊目は江国香織さんの泳ぐのに安全でも適切でもありません。何より気に入っているのはこのタイトル。江国さんによると、これはアメリカ海岸で見た遊泳禁止を意味する立て看板のメッセージらしいです。どのみち安全でも適切でもない人生、自分にとっての甘い蜜にもっと素直に手を伸ばしてもいいかも、そんな気になれる一冊。近頃出回っている文庫のカバーにはエドワード・ホッパーの絵海辺の部屋が使われていて、それはこの部屋の本棚の上に立てかけてあるやつと一緒で、なんか嬉しかったりも。3冊目は村上春樹さんの眠り。短編集象の消滅の中の一編です。家庭で平凡に役割をこなし続けている主婦が不眠症になって、眠っていた本来の自分を取り戻していく物語です。日常の焦点が主観から客観に広がる感覚を思い出させるところが個人的には好ましいなと思っています。この本はお風呂で読んでいて、浴槽に2回落としてヨレヨレでパリパリ。江国さんの号泣する準備はできていたも同じく。4冊目は谷崎潤一郎さんのささめ雪。これはもう言わずと知れた名著。暮らしを彩る情景描写が酔うほどに美しくて、もう読むたびうっとり。そのうっとり劇場は飽きずに何度も巡ることができるのがすごいところです。何度か映画にもなりましたね。キャストの豪華っぷりは名家の娘たちにぴったり。それぞれが整える着物やファッションも見ているだけでうっとりします。5冊目は小池正代さんの空港。短編集再放送の中の一編です。離れて暮らす家族が正月に集まるという儀式。血が濃いゆえに勃発する家族間の不調和。一方、他人に近い親類の程よい距離感。
読むたびくすっと笑えて、そして心がしんとなる一冊。3番目は最近読んでよかった作品3選を。1冊目は和尾石黒さんの遠い山並みの光。ノーベル文学賞受賞作家和尾石黒さんの1980年のデビュー作。この秋、広瀬すずさん主演の映画が話題になりましたね。私はまさにその映画を見て、今一つ自力で解釈に至れず、原作を手に取った次第です。そしてやっとなるほどと。2冊目は小川哲さんの君が手にするはずだった黄金について。地図と拳で直木賞受賞後の第1作。作者本人を彷彿させる作家の僕が主人公。一見普通でも怪しさを醸す人々との接触を通して僕を考察する連作短編集です。兄弟作品で主人公は小説家に必要なのは才能ではなく才能のなさなのではないかという一節がありまして、そこの部分がとても好きなのでちょっと。普通の人が気にせず進んでしまう道で立ち止まってしまうグズな性格や、誰も気にしないことにこだわってしまう頑固さ、強迫観念のように他人と同じことをしたくないと感じてしまう天の弱な態度。小説を書くためにはそういった人間としての欠損、ある種の愚かさが必要になる。何もかもがうまくいっていて摩擦のない人生に創作は必要ない。3冊目は2024年にノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんのすべての白いものたちの。この本は視聴者さんに教えていただいた作品です。生後2時間でこの世を去った姉に馳せる思いと現実を生きる記憶が織りなす物語。詩的に紡がれた白いものたち。美しい言葉の表情に人生に拭いきれないうずきが溶けていくような、そんな一冊です。私は2章の彼女の中の霜という作品がとても気に入って、読んでいるそばから3回読み返しました。この作品、巻末にある平野啓一郎さんの解説を借りれば、本作の短い各章はどれほど通説であろうとも美しく、読後には謎めいた深い余韻が残る。まさに。栗かぐやという名前のさつまいも、甘いらしい。今日はナッツと一緒にサラダにしようと思います。本や映画は心の冷えをじんわり温めてくれる養分。だけどさすがにお腹まではいっぱいにとは。というわけで本を眺めつつも腹ごしらえの準備を。胃に優しいかぶはビタミンもたっぷりで風邪予防にもなる。今日は鶏団子と一緒に煮物にします。黙々と肉を団子にしていく作業は
面倒だけど楽しい。日常はどうしたって続くし、食べることも必要だし。もうじき日没。さっきまで午前中だと思ったのに。ふざけたり困ったりしているうちに今年ももう終わり。夏前に漬けた梅酒も艶やかな飴色に。年末の週末の夕ごはん。味しみしみ。美味しい。日々悩みはあるけれど本もあるし、鶏団子もうまいし、栗神楽も甘くてうまい。本棚に収まっていた小さなリンゴのマウスパッド、使いづらくてしまっておいたことを思い出した。繰り返し繰り返し。昨日をなぞるように今日。バカみたい。バカみたいでほっとする。積んどく冬時間の準備。この年末も冬が深くなってきましたね。ぬくもるいろいろを集めて、どうぞ暖かな年越しを。